日本に住んでないからこそ、たまにしか日本に行かないからこそ、多分普通の人は見ないところを自分には見えてくる時があるんですね。昔からいつも思うんですけど、アメリカ人なんですけど、アメリカに住みながら遠くにある日本を見て、やっぱり新鮮なところがいっぱい出てくるんで、今まで見たことないような、もしくは長年見てきたところが変わったなというところが感じる時があります。スティーブ・テキシテンのスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。昨日、日本から帰ってきました。アメリカ生まれ、アメリカ育ち、自分の周りに当然にアメリカ人としていろんな人種、肌の色から宗教まで、もういろんな違いがあるのは当たり前のアメリカ人として、初めて日本に行った時から目立ってたのは日本人しかいない国ですよね。どこに行っても、どのところでも、この十何年、二十何年で、あっという間に外国人が多い。外国人がいろんなところに、昔はいなかったところに外国人が出てきて仕事している。外国人は活躍しているところが昔と全然違ってきたことが目立つようになったんですよね。昔90年代の時に、まあ覚えてますよね。外国人として日本で働きたい。日本語もできて日本に行きたい。1992年あたりに外国人としてどんなに日本語できても、いやいや、もううちの会社は外国人雇ってないですと。日本人しか雇ってない。しつこくお願いしたら、なんとかそれで仕事になりました。その時から、マジで気づいたのはもう日本人しかいない。自分は外国人として珍しいものだったんですよね、当時は。全然いないわけじゃないんですけど、少ない方だったんですよね。その時はね、外国人がいなかったからこそ、アパート、マンションを借りることは難しかったんですよね。保証人がいないと。それでも、そう不動産屋の方で、日本語できても断られたことが多かったんですよね。今多分だいぶ違ってきたと思いますよね。外国人は住みたいところに簡単に住めるんだろうと思うことが、まあ、ちょっと羨ましいことだったんですけど、当時はそうでもなかったんですよね。当時も外国人は入ってはいけないようなところもありましたよね。パチンコ屋とか、まあちょっとあっち系のところとかもいろんなところは外国人はノーというところもありましたよ。別に俺が悪くその時は思ったことないです。これは日本の社会だから外国人いらないならそれはもうその国のルールだから悪く思ったことはないんだけど、実はそういうところはありました。外国人は、いや、でも日本語できますよって。いや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 、関係ないというところもありましたよ。書いてあったんですよね。それはもうその当時の日本だっていうのは別に悪くは思ったことはないんだけど、今はそういうのはあんまり、まあ少なくなってきたのかな。そういうのはね。多分外国人はね、やりたくてもできないような仕事が昔いっぱいあったと思うんですよね。まあ会社の中でもね、当時も日本語できなかったらやっていけなかったこともありますよね。今はもうわざと日本人同士でも英語の環境、国際化ですよね。英語の環境で仕事をすることが一つの、もうこの何年前からそういう流れがあると思うんだけど、当時はなかった。まあ自分にとってはすごい良かったんだけど、日本人と同じくサラリーマンとして頑張らなきゃ仕事できなかった。生きていられなかったということは。多分その時からそのサラリーマンとセールスマンの比較動画をもうスティーブ・テキテの過去にあるのでよかったら見てください。多分その時やりながらああいう環境だったからこそすごいいろんな違い、文化の違いが目立つようになってこう演じさせていただいた頃がありました。まあ今はね、外国人にとってある意味では楽なんだよね。もういろいろもうできてるから外国人用に何でももう外国人インバウンドのためにもう日本国内は外国人にもうやりやすい環境になってきていると思う。昔と比べて。働く人いない。もう探しても誰も来ない。雇ってもすぐ辞める。そういう話は繰り返し聞かないですか最近。アメリカもそうなんですよ。どんなに頑張っても人入れても高い給料払おうとしても長く続かない。それ一つのね、日本だけじゃなくてアメリカの問題がある。俺いつも思うんだけど、いっぱいいるんだよね、人が。日本人もアメリカ人もいっぱいいるのに、なんで簡単に出てこないのか。なんで続かないのか。なんで働く人がいないってになってるのかなってちょっと不思議に思います。今外国人の雇用の多さの背景にはなんかつながってるところがあるような気がしますよね。
先日、オーバーツーリズムに関して、そのインバウンドという言葉についてちょっとお話をさせていただいた動画もあるんで、よかったらぜひ見てください。それと、重なっているところが少しあるのかな。あんまりちょっと政治的な話までをこれ持っていこうとしていないんだけど、なんかいろいろあるんじゃないですか。昔若い時にね、若い時ってやるバイトがもう決まってたんですよね。アメリカだったら、自分は本当に若い時に新聞配達をやってました。日本人はどうだったかわからない。若い人の仕事だったんですよ、アメリカは。でも日本人から見ると、コンビニとか居酒屋とか若い人の仕事だったんで、今若い人いないわけじゃないんだけど、どこでバイトしているの？何が変わったんですか？そういうバイトが外国人の普通の仕事に行くと、今度のバイトを目指すところはある？今時の。ないの？変わったのかな？もうおっさんでわからないんだけど、ちょっとこう、ね、そういうこと考えちゃうんだよね。ある会社の方に聞いてみました。今の、例えばまだ日本人しかいないような運送会社とか、運転系とか、陸送とか、トラックドライバーの仕事みたいな仕事に、今外国人がいると。全然いないっていう答えじゃなかったと思うんだけど、ただ試験があったりとか、ちゃんと日本語ができる読み込みとか、そのぐらいのレベルの人じゃなければ、そういうのは試験を受け、もう合格できないっていうことなので、当たり前なことだと思うんですが、皆さんどう思います？ただ10年、20年前になかった、もう外国人の存在のないような仕事が急激に変わってきて、ここで止まるわけではないと思うんですよね。また行くんだろうと思うので、次はどういう業界、どういうところに外国人の採用、雇用が流れていくのかって、ご意見があればぜひ下の方にお残しください。とにかくいつも言いますが、日本とアメリカ、アメリカと日本、本当両国大好きなんで、これから両国のためにプラスになるように努力していきたいと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回まで日々前進前向きにやっていきましょう。よろしくお願いします。